Hello， 大家，你在夏日之中第8集，千晴，没错，现在都要叫本名。自从他从加拿大回到了日本之后，就与阿瑟重逢了。两个人呢，久别重逢，虽然是经历了一段时间的尴尬，但最终还是靠着阿瑟的坦率突破了这个状态。接下来就让我们继续跟着两个纯情少年经历他们的故事。そんな見んなって。渡る。害羞こっち見て。ちょっとでも焼いてくれてたんならすごく嬉しい。分かったから離れろってちょっと。我还没有亲下去吗？害羞。これでも我慢したんだけどな。それも分かってる。早く夏休みなんねえかな。早く夏休みなんねえかな。每次都是千晴在背后默默看着阿瑟。何？いやそれ高2の時も同じこと言ってたなって思って。あん時も今も俺ばっかドキドキさせられてる気がする。夏休みか。所以你也打算付诸行动让他心动吗？最近？渡る、さっき俺言い忘れた。不是要叫千晴吗？チケットくれた先輩にお礼伝えといてほしくて。いや最初は一緒に見ようって誘われてたんだけどさ。そうだったの？なんか最初はやっぱ佐伯と一緒に見てえなって思って脚趾头抓抓抓。断ったらチケットくれた。是开心的嘞。あのさ、ちょっと気が早いけど5月1日ってバイト開けられる？渡るの誕生日。你都没有意识到吗？そっか。あとさ、もう名前で呼んでくれないの？おやすみ、渡る。おやすみ、千春。やっと落ち着いたのに。くそ。你是不知道，在电话另一端，千晴的内心也波涛汹涌。やっぱり電話にしない方が良かったかな。戸田君、この前のお友達映画仲間なんでしょ？我就知道。ね、彼女とかいるのかな？彼女？哎呀，別に狙ってるとかじゃないからね。ただのイケメンの興味だから。でどうなの？我觉得阿瑟可能接下来要考虑公开恋情了，要防止这样的状况。でもあれか、彼女とかいいんならそっちと見に行っちゃうか。前辈，你是不是知道什么ああ了？俺ポスターの張り替え。じゃ行ってきます。锐利的眼神看穿了一切。付き合ってんだよな。哎呦，结果在此之前还有这一关哦，他们还没有明白的说好要交往。期待已久的约会，一大早定好闹钟，还准备好了出门要穿的衣服。昨日はあれこれ考えすぎてほとんど眠れなかった。やばい、レポート間に合う気がしてきた。さすが関口パイセン。ありがとうございます。看来阿瑟还是不够期待哦。如果真的很期待的话，会赶紧在这一天之前把报告做完。俺からのタンプレだから。マジか。あ、じゃあありがたくいただきます。まさかお前恋人できたのか？はい、やめお前レポート返せよ。違うって。手料理でなんか美味しい手料理でこうお祝いしてもらったりとかさしないよな？我觉得这很像千晴会做的事。本当に？本当。なんかこう包丁でトントントンみたいになってこないよね。お前めちゃくちゃ手際いいな。仕事で親いないこと多かったし割と料理してるから。真ん中をちょっとさ合わせて具を入れるんだな。そうむずいなこれ。ここ乗せてちょっと蓋して。なるほどな。渡る。ねね。おお、念願のやつ。いただきます。うまっ。握りたておにぎり最強かよ。千晴，你真的好爱他哟，居然还拿他捏坏的那颗来吃。てか、なんで俺のやつ作ったんだよ。食べたいじゃん、渡るが握ったやつ。もの好き。お酒とか飲みたくなった？え？お前飲めないじゃん。そうだけど多分20歳になったしお酒解禁じゃん。お前が誕生日来てから飲むよ。啊，
每次这种细节都让千晴好心动。渡のそういうとこやっぱ好きだな。キスしてもいい？哎，あ、グッチから。グッチ。これプレゼント。ありがとう。おお、すげえ。ノンアルフォークじゃん。なんか見てたら映画見たくなってきたな。そう言うと思った。I whisper. Leave it to me. じゃあ今日は朝まで映画見たそう。哎，不要勉强自己陪阿瑟哎，结果阿瑟自己睡着了。我想也是，我千晴自己也超爱电影的，熬夜看电影的。好快乐哦，这个生日过的。哎呀，おはよ起こそうとしたんだけど全然起きないから。一緒に寝ようと思ったんだけど、渡の寝相が悪すぎて。那你们以后要怎么一起睡？冗談だって。二人だと狭いし勝手にくっつくと悪いから。その分寝顔はいっぱい見えたから十分なんだけどね。我觉得千晴这个也不错啦，用这种方式打破他的尴尬，但是让他更害羞了。俺だって誕生日だからそういうこともあんのかなって思ってはいたけど。其实你期待的是那种事情哦。誕生日楽しかった。ありがとな。既読つかねえな。めっちゃ疲れた。ゴールデンウィーク半端ないっすね。青写真も話題だもんね。みんな聖地巡礼とか行くんだろうな。あ、戸田も佐伯くんと行ったんじゃなかったっけ？いいな。イケメンに誘われる世界線どこ？我也想问。佐伯くんはクールそうに見えて、そういうとこは頑張るタイプなんだろ前辈你有话直说啦，这样真的很可怕。あれ？哎呦，到晚上都ま没读。だ既読つかねえ。对，这真的有点奇怪。不要急，慢慢来，没关系。転校したって。不会的啦。好啦，我知道你可能因为经历过一次，现在有点害怕当时的事情再重现，怕他又突然消失。他可能只是昨晚没睡好，在补眠。どうしたの？既読もつかないし電話も出ないし。太惨了吧？渡が帰ってからなんかだるいなって思って寝ちゃったんだ。でも大したことないから。絶対ソファーで寝たせいだよな。どこで？そんなことないって。いやちょ何返そうとしてんだよ。いや映しちゃったら悪いし。俺が熱出して寝込んでたらどう思う？俺が看病したい。どう？啊，虽然没有千晴的料理那么熟练，但这是心意呀。なんか他にしてほしいこととかある？掃除とか洗濯とかでも。なんか楽しそう。いや別に楽しんでるわけじゃないからな。分かってる。他很开心啦，平常都是千晴在为他付出的感觉，现在终于有他帮得上忙的时候了。お前はさ、こういうこと普通にするけど、俺は慣れてないし、いちいち動揺してばっかで。でも、お前も頑張ってくれてるんだなって思って。はあ、熱上がっちゃうな。手つないでほしい。你竟然牵着他的手在刷电影。なんだ、眠れないのか？寝るのもったいなくて、キスしたいのにできないのがもどかしいなって。大丈夫じゃねえの？那真的要传染的啦。とくらい。マスク越しなら。那个更不要吧，既没有亲吻的体温，又有传染的风险，根本不值得啊！好了，你们开心就好。哎呀，好像每一次的心动时刻都一定要有一封简讯，不过这一次记得要关静音了。温馨的一集呀，阿瑟过生日，
千晴很努力的想要给他一个美好的生日，很努力的想要表现好，所以呀，他大概生日的时候要买什么礼物，甚至可能会想要看什么电影，想吃什么料理，都是事先排练过的了吧？虽然他本来就很能干，但是能够在阿瑟面前表现得这么熟练，我相信他已经在心里面演练过了。而其实阿瑟也一样啦，准备这一天的到来，期待了好久了。前一天晚上也睡不着，然后闹钟定得很早，还提早准备好了衣服，只是没有提早写完报告。两个人就是在这样子的不安里，想要跟彼此留下美好的回忆，想要好好的跟彼此相处。结果虽然是开心的，但是好像弄得有点紧绷，弄得有点患得患失的。再加上千晴在那天晚上还睡在沙发上，没有好好的睡觉，没有好好的保暖，种种因素叠加在一起，又是心情上的紧绷，又是睡眠条件上的问题，就感冒了吧。不过他也算是因祸得福啊！这一次的感冒让阿瑟照顾了他，还换来了一个口罩吻。虽然我是不知道这有什么好的啦，但他们开心就好，他们喜欢就好。更重要的，我觉得反而是他听到了阿瑟的内心话。每一次呢，佐伯在他面前熟练的展示一切，都让他觉得好狡猾呀！怎么好像只有我一个人在心跳加速的感觉？你好像都若无其事，反而是现在你生病了，可以让我照顾你，我还挺开心的。所以我想，这就是为什么阿瑟隐隐还是有点怀疑自己跟千晴到底有没有在交往，因为他们两个那个相处的模式，真的还是存在着一股有一点身份的小心翼翼。我想在这件事情过后，两个人应该也渐渐明白了，其实在彼此面前放松一点，可能对你对我都比较自在吧。那行，这一集就看到这边，下次见，拜拜。